皆さん、ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日はダンベルデッドリフトについて徹底解説していきます。背中のトレーニング種目としてデッドリフトを取り入れている人は多いと思います。デッドリフトといえば、バーベルデッドリフトが代表的で正しく行えば効果的な種目となりますが、バーベルデッドリフトを行うためには、バーベルやプレートなど大きな器具が必要になるので、ジムなどの施設に行かないと実施が難しくなります。このチャンネルでは主に自宅で行えるトレーニングを紹介してますので、今回はダンベルデッドリフトについてご紹介します。背中のトレーニング効果を最大化するためには、背中の筋肉の特性やトレーニング種目のメカニズムを理解してトレーニングのコツをつかむことが大切になります。しかし、そのことを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、1、デッドリフトで使われる筋の構造と働き。2、ダンベルデッドリフトのメカニズム。3、ダンベルデッドリフトのフォーム。4、よくあるエラー動作。5、エラー動作の修正法。6、効果的な負荷設定とセットについて。7、年間トレーニング計画の立て方。以上7点についてできるだけわかりやすく解説していきますので、過去にご紹介した自重で行う下半身トレーニングの動画と合わせて、ぜひ下肢から背中のトレーニングのバリエーションに加えてみてください。ダンベルデッドリフトをやったことのない人はもちろん、すでに行っているという中上級者の方も、今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。続いて、デッドリフトで使われる筋の構造と働きを見ていきます。脊柱起立筋は背中を伸ばしたり固定したりする働きがあり、多裂筋は背骨を固定する働きがあります。腰方形筋は背中を伸ばしたり固定する働きがあります。大腿四頭筋は膝を伸ばしたり股関節を曲げる働きがあります。大臀筋は股関節を伸ばす働きがあります。ハムストリングスは膝を曲げたり股関節を伸ばす働きがあります。ダンベルデッドリフトのメカニズムは、まず体幹を固定した状態で股関節と膝を同時に伸展させていくという動作になります。ダンベルデッドリフトのフォームです。開始姿勢は床に置いたダンベルを両手に持ち、スタンスは肩幅かそれより広く開き、つま先をやや外側に向けます。ダンベルを握った腕を垂直に保ち腰を下ろします。胸を張り、下体と背中の角度を平行にします。上げる動作は背中を伸ばしたままゆっくりと立ち上がります。ダンベルが膝の高さに来るまでは背中の角度を変えず、腕は垂直に保ちます。ダンベルが膝の位置を超えたら上体を起こしながら上げていきます。膝、股関節が伸びきるまで上げます。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道でゆっくりと下ろしていきます。しゃがむ深さによる分類としてハーフデッドリフトがあります。こちらはダンベルを膝の位置か膝上まで下ろすようにします。ハムストリングが硬くて深く下ろすとどうしても背中が丸まってしまう方はこちらを行ってください。よくあるエラー動作です。骨盤が後傾してしまい下背部が丸くなる。これは腰を痛める危険性が高くなります。背中が丸くなると図のように脊柱へのストレスが激増してしまい、椎間板などを痛めてしまう危険性が高まってしまいますので、絶対に避けてください。上背部が丸くなる。1と同様に腰や背中を痛めてしまう危険性が高まることに加え、バランスを崩す危険性も高くなります。また、姿勢にも悪い影響が出てしまう可能性があります。膝が前に出すぎる。太ももの前面に効いてしまい、背中に効かなくなってしまいます。かかとが浮く。バランスを崩し、不安定になるので危険性が高くなります。
エラー動作の修正法について説明します。下背部が丸くなるエラーに関しての修正法は、ヒンジ姿勢の獲得をするためにグッドモーニングエクササイズを行います。これに関しては過去の動画で詳しく説明していますので、こちらをご参照ください。上背部が丸くなるエラーに関しての修正法は、胸椎、肩甲骨のモビリティを獲得することが必要になります。こちらに関しても過去の動画で詳しく説明していますので、こちらをご参照ください。膝が前に出すぎるエラーの修正法は、しゃがむ動作で股関節を先に曲げ、続いて膝関節を曲げていくという順番で行うと良いでしょう。かかとが浮いてしまうエラーの修正法は、しゃがむ深さをかかとが浮く手前で止める。かかとにプレート等を敷く。足関節の背屈可動域を広げる。などが挙げられます。効果的な負荷設定とセットについてです。まずステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数は3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20rm。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15rm。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。ダンベルデッドリフトでは、バーベルデッドリフトのように高重量でのトレーニングができないため、トレーニングボリュームを多くすることを心がけてトレーニングを頑張りましょう。年間トレーニング計画は、まずステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月行ったら、またステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になればもっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、今後の配信を見逃さないように、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄へどうぞ。公式 LINE や Instagram、X からも受け付けています。また、番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたら、ぜひ遠慮なくリクエストをしてください。それではまたお会いしましょう。